明の中で重さって言われてたんですけど、重さどこから持ってくるものというか、何の重さかっていうのが分かんなくてですね。重さを利用する、これは、分かると思いますけども、白くなってる、筋立ってるし、筋力を今やってるけど、そうではなくて重さを使うっていう、おっしゃる通りですね。なかなか池谷さん、よろしいですか。また油断してたでしょ。完全に油断してました。ちょっと小手返しじゃないんだけど、例えば横面打ちっていうか、正面打ちでもいいんですけども、ちょっと横面打ちが分かりやすいかもしれないんで、横面打ちで。いや、私が、ちょっと受けてもらっていいですか。なんだったらもう補助しててもいいですから。これ、もたれかかりなの分かりますよね。で、この状態で私がいくらもうもたれかかったって、何にも、むしろ、やればやるほど軽くなりますよね。力ずくで押したって。で、ところがですね、今急に重たくなったかと思うんですけど、この状態で、これ、もたれかかって腕の力を使ってる。ではなくて、重たくなったかと思うんですけど、これ種を言うと、今のは腕の重さを預けたんですよ。2対1だった。うん。だから、ごまかしというか、だから最初に押したじゃん。はい、で、ちょっと、どっから話していいか分かりませんけど、例えば私の腕が、そうですね、どのくらいあるのかな、3キロぐらいあるとしますね。で、ここ力んでるってことは、この3キロは私が支えてるんですよね。木下さんは私の腕の3キロを応じる必要はないんですね。木下さんが受けなきゃいけないのは、私の押す力か、もたれかかる力。だから、で、これで今、バランスしてるってことは、私のもたれかかる力、押す力に今、体バランスさせたんで、これ以上いくら私がやってももう。で、これに突然私の腕の3キロの重さが加わったから、例えばだから2キロでいいんだと思ってて、それが突然もう3キロ加えられれば、あってなりますよね。私の腕の重さそのものが増えるわけではないんだけど、どうしてもこう、力むっていう、よく力抜けって言われる理由の一つは、力めば力むほど私の腕は私が支えてるから、私の腕の重さは伝わらないわけですよね。この間の正面打ちでも、正面でも何でもいいんですけど、しかりですけど、こうやっちゃって、もたれかかって、最初のこれにもう設定すれば、もういくら私がやっても、これ以上がかからないわけですよ。なので、今ちょっとやったのは、例えばだからここを切る感じですね。この三角筋とかローテーターカフって筋肉の名前なんかどうでもいいんだけど、私の腕を支えている、私の腕を私自身が支えているんで、それを切るんですね。そうすると、突然腕の重さが。そう、単純に言うと、もう力を抜くんだけど、それが実は難しい。今そうでしたけど、大概こういう抜き方するんです。これ今、クッション1、2で抜けてるから、これは察知されやすい。一気に抜かないといけないっていうのがちょっと難しい。で、木下さんの答えで言うと、だから、今のは腕の重さ。こうやってる間は私の腕を支えてるわけですよ、私が。だからこの力しか池谷さんにはかかってないから池谷さん耐えられるのに、ここで私の腕が何キロあるかちょっと分かんないけど、急に1キロぐらいはあるでしょうから、1キロでも全く予想外のものがポンと乗りゃってなりますよね。相手にこのぐらいの力って合わせてるぞっていうのを、気候お互いがバランスが取れてるっていう状態からさらに来るからってことですか。そう。だから騙してるわけですよね。重くなるわけではないから、質量としてはね。で、今のはだから腕、どこからって言ったら、例えば腕の力を使いましたよ。そしたら今度この状態で、よく言う膝の抜きを使うと、今度ここから上の分が向こうに伝わるわけですよね。腕でやられるよりもっと力使うんですか。
お前が来ればいいじゃんか。で、これが今腕の力じゃん。で、今全部支えてるんですよ。で、それがふんと抜けたので。この時ちょっと膝なんかで分かりやすいのは、膝を曲げるのではないんだ。膝を曲げるっつうと、結局自分の体重支えてるから、よく横のふっと抜ける状態。自由落下が加わるから、ごめんね、今のはちょっとかなり重いと思うけど。これ今体の重さをずっと利用しましたよっていう。というわけで具体的にはその部位の重さを伝える。まあ、あと波で伝えるのも重さって表現はしてますけどね。波はキネティックチェーンってやつです。ずーっと力が。これもまあ重さって表現してるんですけど。厳密にどこから来てるんですかって言われたら、その筋肉つないでキネティックチェーンでやってるか、脱力して急にそこに重みを増してるかでどっちかでやってますけど。